おはようございます。たかしです。本日は4月3日水曜日、ただいま9時1分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基本から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。初心者の方でも始めやすい価格にてご提供してます。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在ポンド円は GMMA の青帯が上向きですので、基本は上昇トレンド。その中で一度高値を更新してからの下落。現在は調整の下落中と考えております。ストキャスティクスも安値圏にありますので、そろそろ反発上昇に入ってもおかしくないところではあります。ただ最近の動きを見てますと、直近ここで揉み合ってましたよね。揉み合いの期間を終えて一段下落してからの上昇になるのか、それともこのままダラダラと下落していくっていうことも考えられますので、まずは現在地付近 GMMA 付近で上昇していけるのかどうかっていうところに注目です。では4時間足です。日足は上昇トレンド中でしたが、4時間足 GMMA の青帯は横ばいというか若干下向きになってきてますよね。そして昨日は上昇はしてきたんですが、一旦 GMMA の青帯を明確に下抜けて、そこから少し上値が重い感じですので、基本的にはこの下落トレンドが継続していく方向を考えておきたいです。ただこの下落トレンドどんどん継続するかというと、そういうイメージもなくって、すぐ下には日足の GMMA が走ってますので、基本は下がれば買われやすい、そういうところにはありますので、そこはご注意ください。戻り売りを考える場合は上がったところから売っていくっていうことをしないと、今日足では反発ポイントにありますので、下がったところを売っていくと、そこから日足単位の大きめの上昇に巻き込まれる可能性も十分あります。4時間足では昨日もお話ししていたように、これ安値を下回ってきてますので、現在は下落トレンドを作ってきておりますので、この下落トレンドが継続するかどうかっていうところに注目ですね。昨日反発してきているのはこの直近の上昇に当てたフィボナッチリトレースメントの 61.8% というこの赤い点線になりますので、ここからの上昇になるのか、それとも現在の下落トレンドが継続していくのかっていうところを見ておきたいですね。では1時間足です。1時間足昨日 X でも投稿したんですが、こんな感じの平行チャンネルをイメージしております。ざっくりと直近の高値とか安値に当てたものなんですが、だいたい意識されているのがわかります。そして昨日投稿した時にはちょうどこのセンターライン付近にぶつかるところだったんですね。センターラインに昨日ぶつかって下落、そして現在もセンターライン付近まで上昇してからの下落になってきております。このまま下落すればこの平行チャンネルの下限を目指すような動きになってくると思いますので、そうすると190円付近まで下落していくかもしれないですね。そして直近の安値、このヒゲ先昨日の安値ですね、190円付近っていうのは意識されますので、そのあたりでダブルボトムでの上昇になるのか、それともこのまま下落トレンドが継続していくのか、平行チャンネルの下限を下抜けていくのかというところに注目ですね。平行チャンネルの下限下抜けると次 189.7 付近がターゲットになりますので、このあたりまでの下落をイメージしておくといいと思います。では次はドル円を見ていきましょう。こちらは相変わらずですね、先日からずっとお話ししている通りに、この水色と白の水平線に挟まれた間でのレンジ、これを抜けた方についていくという感じですね。日足の GMMA が少しずつ迫ってきておりますので、今はこれを待っているのかもしれません。ですので逆に言うと、日足の GMMA 付近まで押しをつけに行くような動きですね。過去のこういう動きとかをしてくる可能性もあるので、そうすると150円ぐらいまで下落するかもしれませんが、基本的には底堅い動きをしてますので、そこまでの下落、150円までの下落っていうのは現時点では考えにくい。かといって全然動いてませんので、トレードはすごくしにくくなってますので、まずはこの水平線を抜けた方についていくということで、まずは抜けてくるのを待つのがいいと思います。では4時間足です。一昨日は GMMA 接触からの上昇になってきたんですが、昨日はそこからのじりじりという下落になってきてます。また再び今 GMMA の青帯に接触してきてますが、ここを下抜けてくると先ほどの水色のラインぐらいまで下がってきますし、水色のラインに来ればまた反発しやすいとは思いますが、水色のラインを下抜けると次は 149.75 付近がターゲットになってきますので、その辺ぐらいまでの下落を見ておきたい。逆に152円を上抜けてくると比較的大きく上昇する可能性があります。その一歩を為替介入の警戒感もありますので、基本的には現在地っていうのは乱高下をしやすいポイントにあるので、そこはご注意ください。しっかりと引きつけてトレードするっていうことが大切。それから今のドル円ほとんど動いていないので、こういうところでトレードはしない方がいいとは思います。では1時間足です。1時間足は黄色のゾーンを描いてました。この黄色のゾーンが底堅い動きをしてますねというところを話していたんですが、このあたりですね、151.5
5付近にラインが引けるんですが、ちょっとここより上のゾーンと下のゾーンでだいたい分けられるんですね。今黄色のラインを引きました。ざっくりとこんな感じですね。過去もこの辺りで反発もしくはレジサポになっておりますので、この辺付近、この 150.5 付近を下抜けてくると下のゾーンの動き、そしてこの 150.5 付近でサポートされている間は152を目指すような動きをしてくる可能性がありますので、今ちょっと下抜けしかかってますけれども、本日ここは下抜けるのか、それとも現在のゾーンを守っていけるのかっていうところに注目です。当然今のドル円上がれば売られやすいですし、かといって下がれば買われやすいので、まず下限はこの黄色のゾーンですね。151.1 から2の間ぐらい、この辺りが反発しやすいところ、そして 151.8 から9の間ぐらい、この辺りが下落しやすいところという風なゾーンで見ておいて、そこまで下げてくれば買っていく、そこまで上げてくれば売っていくっていうトレードが今はやりやすいと思います。ですので今みたいな中途半端なところでトレードをすると、売っても買っても負けやすくなりますので、そこはご注意ください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。